こんにちは、とばログです。今日は僕が普段持ち歩く持ち物、カバンの中身についてちょっと紹介していこうと思います。とばログのチャンネルの方では人のカバンの中身はいろいろ見せてもらってたんですけど、実は僕自身のカバンの中身ってまだ紹介したことがなかったんですよね。別に理由があるとかいうわけではないんですけど、基本的に毎週1回ペースでアップするようにはしていて、毎週インタビューさせてもらっていたんで、週間ペースでカバンの中身アップしてたっていうので、タイミングが単純になかったっていう感じなんですけど、こういう状況でなかなか外に出れないとか、あとインタビューするのも難しいっていうこともあって、今回は僕自身のカバンの中身を紹介しようかなと思います。今回のカバンの中身は基本的に仕事の日とかで終日外に出かけて、MacBook を使って作業したりとか、ちょっと気になるところがあったらカメラで写真に撮って押さえたりとか、そういう感じのカバンの中身ですね。最近は本当に出歩いてないんで、持ち物を持って外に出かけるとかミーティング行くっていうことはないんですけど、いつものカバンの中身というか、僕の中で一番ベーシックなカバンの中身について今回は紹介しようと思います。今僕がよく使ってるのはこれですね。インケースのアイコンパックナイロンっていうのを使っています。で、これ何がいいかっていうと、やっぱポケットがめちゃくちゃ多くて、ガジェットの収納にすごい向いてるっていうのと、あと形状も結構固めな感じで、ここのクッション素材がめちゃくちゃしっかりしてるんですよ。例えば今回のカバンの中身みたいに MacBook Pro 持ち歩いたりとか、あとiPad 持ち歩いたり、カメラ持ち歩いたりみたいな、そういうガジェットとかそういうのを多く持ち歩く時にすごい適してるんですよね。で、背負った時もめちゃくちゃ軽く感じるし、ちょっと3万円ぐらいで高めではあるんですけど、かなり使いやすいバックパックかなと思っています。もともとインケースのバックパックは昔から使っていたんですけど、これに関しては実はそのインケースの公式サイトの方で僕インタビューを受けたんですね。で、そのインタビューを受けた時のお礼としてこれを提供いただいたんですけど、で実際に使ってみてすごくね、ガジェットとかを入れた時に体が軽く感じるというか、あんまり重さを感じにくいっていうのがすごいいいなと思って、今はこれを使ってるっていう感じです。実はちょっと前にレビュー動画でこの 1LDK っていうショップが出してる、ニューユーティリティバッグっていうのも紹介してるんですけど、これに関してはポケット数が少ないんで、基本的に MacBook とジムに行く道具を持っていくとか、そこまで大量のガジェットを持ち歩かない時用に使うっていう感じで、インケースのバックパックと使い分けてるっていう感じです。僕バックパックっていうもの自体が結構好きで、人のカバンの中身見せてもらうのとかもすごい好きなんですけど、こういう感じでいろんなバックパックを試して、使い分けてるっていう感じですね。というわけで今僕が使ってるのはインケースのアイコンパックナイロンなんですけど、この中に何を入れてるのかっていうのを1個ずつ見ていこうと思います。で、この中に結構パンパンにガジェット類とかが詰まっているっていう感じです。それでは一つずつ取り出して紹介してみようと思います。はい、僕がいつも仕事とか、ちょっと終日出かける時に持ち歩く荷物はこんな感じです。基本的にはモノトーンで揃ってるんですけど、ガジェット類めちゃくちゃ持ち歩きたいタイプなんで、かなり物が多いと思います。僕が持ち歩いてるガジェット類をきれいに並べてみるとこんな感じになります。結構作業に寄っているところなんで、MacBook があって、トラックパッドがあって、HHKB っていうキーボードがあってみたいな感じで、基本的にこれさえあれば、これプラスそういう生活用品だけで、しばらくは生活できるようなアイテムがこの中には揃っています。じゃあそれでは一つずつ紹介していこうと思います。はい、まずは小さなものから紹介していこうかなと思います。この辺にあるのは、基本的にはポケットに入れて持ち歩いてるんですけど、カバンの中にも入れて持ち歩いたりする小物類ですね。いわゆるポケットの中身みたいなものです。いろんなところで紹介はしてるんですけど、僕がメインで使ってるスマートフォンはブラックベリーキー2というスマートフォンです。Android OS を搭載してるんですけど、一番のポイントとしては、ここに物理のキーボードが備わっていて、こうやってポチポチ打つことで、手軽に Twitter とか、いろんなブログを書いたりとかがやりやすいっていうものになっています。
キーボードは基本的にメモを打ったりとか、こうやってここのボタンを押すとすぐメモを起動して、入力できるようになったりとか、あとこうやってスクロールとかにも対応してるんで、ちょっとした使い方というか、スマートフォンでやることってテキストとかブログ書いたりとか、YouTube 見たりとか、そのぐらいに限られるんで、スペックがすごい高いってわけではないけど、物理キーボードでこうやって快適に打てるっていうのが結構便利で、今はブラックベリーキー2をメインとして使っています。ブラックベリーのケース自体は Amazon で購入した1000円ぐらいの安いものなんですけど、その上から MoftX っていうスタンドみたいなのをつけていて、でこうやって立てかけて使ったりとか、こうやって横にして YouTube 見たりとかもできるようになってます。ブラックベリーって日本のお財布携帯とかに対応してないんで、こういうところにパスも入れて、電車に乗るときはこれをタッチして使っているっていう感じです。スマートフォンはこんな感じですね。で財布なんですけど、これは今僕がドリップっていう会社と、プレリーっていう会社と一緒に組んでコラボで作っている L 字ファスナーを今はこれサンプルなんですけど、今使い勝手とかを検証するためにこれを使っています。結構ね、ファスナーもブラックで統一してみたりとか、結構小さくてコンパクトなんですけど、ここにこうやってカードホルダーがあるんで、スライドすればいつも使うカードが使えるとか、自分で作っておいてなんですけど結構便利なんで、早く発売したいなっていう感じです。気になる人は他に動画もアップしてるんでチェックしてみてください。でよく持ち歩くもので言うと、最近はこれですね、ビオプレイ E8 のサードジェネレーションっていう完全ワイヤレスイヤホンを持ち歩いてるんですけど、見てわかるように牛革で脂肪でデザイン性が結構高いんですよ。でしかも音質も良くて、結構僕が好きなタイプの音を奏でてくれるんで、あとこのデザイン性もいいし、今はこれを使ってるって感じです。冬だとこういうヘッドホンをつけて耳当て代わりにしながら音楽を聴いたりするんですけど、春から夏にかけてはやっぱり完全ワイヤレスイヤホンの方が、耳が蒸れなくていいし結構いいですよね。そういう意味でも今は完全ワイヤレスイヤホンを愛用しています。で仕事用の道具としていつも持ち歩いてるのはこの MacBook 15インチですね。15インチ MacBook Pro と、あと自宅でも使ってて長時間作業するっていう時にはやっぱりこういう打ち心地とかも大事になってくるんで、キーボードを持ってきたりとか、あとトラックパッドもあんまり使わないんですけど、マジックトラックパッドが入っていたり、スイッチのコントローラーがあります。それぞれ1個ずつ紹介していきます。はい。まず15インチ MacBook Pro ですね。15インチ MacBook Pro に関しては、2018年の末ぐらいに購入したもので、15インチっていう枠の中だったら一番新しいものになります。今は16インチ MacBook が発売されてるんですけど、まだこれでも全然動画編集とかもできるんで、持ち歩いてるっていう感じです。割と重たい PC で 1.83 キロぐらいあるんですけど、2キロ近くあるものなんですけど、この薄さで、しかも画面も結構大きくて、でパワーがメモリー 32GB を搭載していて GPU も積んでるんで動画編集も割とサクサクできちゃうんですよね。4K とかだったらきついんですけど、フル HD だったらこの MacBook Pro で十分なんで、モバイル PC というか自宅でも外出先でも基本的にはこれ1台を今は使っています。外出先でも手放せないものっていうとやっぱりこれですね。キーボードです。MacBook のキーボードって結構平べったくてペチペチしててずっと打ってると疲れてくるんですけど、これだともうキーストロークっていうか押した感じの深さが全然違うんですよ。だからもう手を置いてこうやるだけで軽いタッチで打てるっていうことでやっぱり疲れにくいっていうのと、あとリズミカルな感じで打てるんで、個人的にはもうこの打ち心地が病みつきすぎてこの HHKB っていうキーボードは手放せません。もともとこれのマイモデルを使ってたんですけど、このハイブリッド S っていうのになってメーカーさんがトワロフさんぜひ使ってみてくださいっていうことで送っていただいたんで、今はこっちを使ってみています。結構ね、前モデルと比べてもキーのタッチ音とかがかなり小さくなったのと、あとUSB Type-C で充電したりとか有線接続もできるようになったんで、割とそこが便利かなと思って使っています。で、日本語配列なんですけど、一応キーはね、無刻印というか、アメリカからこういう無刻印のキーが販売されてるっていうことで、それを実際に輸入して今使っています。この HHKB をどうやって使うかっていうと、いつもこの MacBook のキーボードの上にこうやって乗っけて、この状態でキーボードを打ち込んでいます。ブログ書くときとか SNS やるときも基本的にはこんな感じですね。
で MacBook をちょっと高いところに置いてキーボードとトラックパッドだけで打ちたいっていう時は、こういうセットにして使ったりもするんで、この Apple 純正の Magic Trackpad 2も手放せないというか、いつも持ち歩いています。かなりサイズ感もコンパクトだし軽いし、何よりこの薄さなんであんまり持ち歩いてる感じがしないんですよね。持ち歩いたとしてもそんなに重さは感じないんで、基本的にはキーボードを外に持ってくっていう時には一緒に持ち歩いています。で実は PC って僕一番大事なのは、スペックももちろんそうなんですけど、このインターフェースもかなり重要だと思っていて、どんな PC で使っても、例えば iPad で使っても MacBook で使っても、この使い心地が打ち心地とかが全然変わらないんで、ミスタイプとかがしないんですよね。そういうなんか一貫性を持った使い方みたいなのもすごい気に入っていて、使える時はいつもこれを使っています。あとは動画編集用のツールとして、この Nintendo Switch 用のジョイコンをいつも持ち歩いて使ってます。昔 Twitter で絵師さんがこれを使って漫画を描くとかイラストを描くっていうのを見かけて、そこからヒントを得て実際に使ってみてるんですけど、かなり使いやすくて、で Twitter で投稿したところすごくバズって、周りにも使ってる人は徐々に増えてきてるんですけど、これ結構使いやすくておすすめです。いろんなキー割り当てが PC の方でできるんで、そういうソフトを使って、キー割り当てをして、動画編集をサクサクしてるっていう感じですね。動画編集を良くする人はかなりおすすめです。あとは必ず使うっていうわけではないんですけど、 iPad Pro も持ち歩いています。こんな感じでサクサク使えるし、サブディスプレイとしても使えないこともないし、読書する時とかちょっとメモをする時でも割と便利に使えるんで、持ち歩いてるっていう感じです。そんなに毎日すごい使うっていうわけではないんですけど、あると便利ですね。でしかもセルラーモデルなんで、Wi-Fi ルーターとしても使えるんですよ。これを Wi-Fi ルーターとして MacBook に接続して使ったりもしてるんで、そういう使い方もできます。はい、あとカメラ類ですね。カメラは前にも動画で紹介してるんですけど、ライカ M10 というフルサイズミラーレスを使っています。結構コンパクトだし、あと何より写真がめちゃくちゃ綺麗に撮れるカメラなんで、仕事で使うっていうよりかは趣味で今は使っているっていう感じですね。でこのカメラ自体は動画を撮影する機能備わってないんですけど、僕の場合出先で Vlog を撮るとか、出先で動画を撮影するっていうことはほとんどないんで、基本的にはこのライカ M10 で趣味用の写真とか、ちょっとシャッターを切りたい時とかリフレッシュしたい時に使っている感じです。でこのライカ M10 をこのマップカメラで購入したカメララップにこうやって包んでいつも持ち歩いています。でこれは何かっていうと、これは三脚ですね。これは結構コンパクトなレオフォトっていうメーカーの三脚で、かなりね重たいカメラでも安定していけるんですよ。でしかもこれ結構面白くて、こうやって動かすとこういう風に水平になるし、ここを引っ張るとガタガタとした足場とかでもかなり安定して写真が撮れるんで、かなり気に入っています。かなりコンパクトで結構軽量な三脚なんで気に入ってるんですけど、確かに結構高くて14,000円とかぐらいしました。これ購入すれば10年ぐらいは使えそうなんで、そう考えるともう実質無料の域かなと思って、購入して毎日使っています。カメラ用品はこんな感じですね。はい、これは Nintendo Switch Lite です。グレーの筐体を購入したんですけど、 D ブランドっていうメーカーのスキンを貼って今真っ白い感じにして使っています。めちゃくちゃ使うっていうわけではないんですけど、最近動物の森とかを購入しているんで、ちょっと出先で遊びたい時とか、あとスマッシュブラザーズも入れていて、スマブラでちょっと簡単に遊びたいみたいな時に持ち歩いたりしています。あとレトロゲームとかファミコンとかスーパーファミコンもなんかコンソールがあって、それを導入するとね、この中で昔のゲームとかも遊べたりするんで、ちょっとゲームで遊びたいっていう時とか、なんか暇になった時とかに使っています。それをこの純正の真っ白いケースに収納して持ち歩いています。でこれは前も紹介したんで詳しくは割愛するんですけど、バックパックと同じメーカーのインケースのガジェットポーチですね。結構容量が大きくて、 MacBook の充電器とか、あと SSD とか、こういう IC レコーダーとか USB ハブとか、そういう細かいガジェットを収納するのに使っています。
5000円ぐらいするんで割と高めなんですけど、街もそれなりにあるし、何よりポケットがいっぱいあるんで、細かいガジェットの定位置がカバンの中というか、このガジェットポーチの中にできるんですよね。だから忘れ物をしづらいというか、そういう意味でもかなり便利に使っているガジェットポーチです。で、僕のカバンの中にめちゃくちゃガジェットがたくさん入ってるんですけど、ガジェットって充電がないとただの金属の塊なんですよね。そういうのを防ぐために、この2万 mAh のラブパワーの充電器を基本的に毎日持ち歩いてるっていう感じです。これめちゃくちゃすごくて、このサイズでそんなに重くないのに2万 mAh っていう大きめの容量で USB-A と USB-C に対応してて、で MacBook Pro が充電できちゃうんですよ。60W の給電に対応してるんで、この15インチ MacBook Pro もこれで充電できちゃうっていうのがめちゃくちゃ便利だなと思ってて、実際 MacBook Pro の充電がほとんどなくなった時にこれをつなげて使ってみたんですけど、なんかつなげながらでも 50% ぐらいは充電できたんですよね。だから実質2時間ぐらいの延命ができたっていう感じで、普段からめちゃくちゃ使うっていうわけではないんですけど、ちょっと充電ができない環境で作業しなきゃいけないとか、急ぎの用事に対応したいっていう時に、やっぱりこのモバイルバッテリーが一つあるとすごく安心感が違います。そういう意味でもね、結構おすすめです。で最後にこのマリメッコの小さめのポーチを持ち歩いています。これに何が入ってるかっていうと、ハンドクリームだったりとか、アルコール除菌用のジェルを入れてたりとか、イソップのハンドソープを中に入れてるんですけど、こういうちっちゃめのハンドソープ入れてたりとか、あとハンカチが入ってたりとか、リップクリームとか、この間メルボルンに行った時に購入したんですけど、これリステリンのなんかフィルムなんですよね。口に入れるとかなり爽やかになるんで、こういうのを持ってたりとか、あとは時々起こるんで頭痛薬みたいなのを入れていたりします。このマリメッコのポーチには基本的にはこういう生活用品みたいなのを入れていて、最近はこういう時期なんで、頻繁に手を洗ったりとか除菌をするっていうことをしてるんで、こういうのを持ち歩くようになりました。で、最後なんですけど、いつもカバンにこういうものを装着していて、これは何かっていうとバックパックハンガーですね。いろんなところで紹介されてるんで、もう知ってる人も多いかなと思うんですけど、これも耐荷重 15kg で、これをこうやってカバンをくっつけてこうテーブルとかに引っ掛けておくと、15kg までの荷物だったら全然支えてくれるんで、ちょっと床が濡れてるところだったりとか、あとカフェでスペースが狭いところにカバンも収納したいっていう時にかなりおすすめです。はい、いろいろ紹介してみたんですけど、こんな感じで僕のカバンの中身です。はい、こんな感じで僕のカバンの中身について紹介してみました。カバンの中身って結構ね、もう1ヶ月単位でいろいろ中身の持ち物とかが変わってきたりとか、やっぱ季節性によっても違うし、今回だったらこういう感じで、いつも仕事中に持ち歩く道具とか、そういうカメラとかを紹介してるんですけど、いろんなシーンでこう、例えばカフェに行く時とか、1泊2日で旅行に行く時とかで持ち物って結構変わってくるんで、結構こまめに自分のカバンの中身をチェックするのも面白いなと思っています。今回僕が紹介したカバンの中身は、2020年の上半期に仕事中に持ち歩くバックパックっていう感じなんで、そういうシリーズ化的にいろいろ今後も撮っていこうかなと思っています。トワログではこの動画の他にも、バックパックのレビューみたいなのだったりとか、あと人のカバンの中身とかをたくさん見せてもらって、インタビューしてたりするんで、よかったら他の動画もチェックしてみてください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとカバンの中身で言うと、僕がやってるカバンの中身が好きっていうサイトも概要欄に貼っておくんで、いろんな人のカバンの中身を見てみたいっていう人はぜひチェックしてみてください。いろんな人のカバンの中身を募集して、で実際そのカバンの中身のサイトにアップするっていうのもやってるんで、もしよかったら応募もお待ちしております。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。